内藤鹿内藤です。前歯の差し歯が取れてしまったお話をしていこうと思います。前歯の差し歯が硬いものかなんか噛んでしまって取れてきてしまったと。こうですね。これはもう、非常に一大事ですよね。見た目。明日学校、職場行けないですね。ということで、これをですね、戻そうとするわけですね。鏡の前で合わせてみて。なんとなく戻るじゃないかということで。このぐらいかなと。次に出てくるのはこういう瞬間接着剤ですね。瞬間接着剤をこの中の歯にちょいちょいとつけて、でまたご自身でこう戻すんですね。こんな感じです。で、今日はですね、これはやめた方がいいですよってお話をしていこうと思います。瞬間接着剤の中の成分が溶け出て歯茎に悪いとか、歯を溶かすとか、そういう要素っていうのはあまりないんですけれども、ご自身でこうやってつけてしまうと、もしかするとここに残ってる中の歯が割れてしまうかもしれませんよっていうお話をしていこうと思うんですね。はい、それでは差し歯の構造の話をしていこうと思います。差し歯の構造の話をするためにですね、ちょっとこれ現実的にはありえないんですが、歯ごと外に出してみようと思います。普通こんなことやったらバシですからね、現実にはできないんですけども。で、この白い部分がご自身の歯ですね。歯の根っことかって言われるところですね。で、これ差し歯外してみます。そうすると、この棒のようなもの。棒のようなもので、この歯の中に開いた穴ですね。こちらにこう刺さってるわけですね。で、この穴は歯医者さんで差し歯を刺すために開けた穴になります。深さが5ミリから10ミリぐらいでしょうかね。ここにこう刺さってると。じゃあこの差し歯なんですが、今度はこちらですね。説明していきます。これ実はですね、二重構造になってるんですね。ほとんどが。こういう感じです。でこちら側の白い部分、これはかぶせ物とかクラウンとかって言ってですね、ヘルメットみたいな構造してるわけですね。バケツというかヘルメットというか。で、もう一つこちら。この棒の部分ですね。でこれ、金属でできてる場合が多いですね。また、この、棒の部分がですね、こう、スクリュー、ネジになってたり、そういう場合もありますね。最近はですね、こういうファイバーポストっていう白っぽいやつもありますね。こんな感じです。こう刺さってるわけですね。で、いずれにしてもですね、この棒の部分が出てきたら、もうこれは差し歯だなというふうに思ってくださいね。はい。では、その差し歯をご自身で、戻す場合の説明ですね。鏡の前で押し当ててみてですね、戻るじゃないかということで、じゃあここに瞬間接着剤ですね。これ流し込んで、差し歯をもう一度差し入れてみるということですね。5分もこのままにしていれば結構くっついてしまうということですね。で、これもう少し詳しく見ていくためにちょっと歯を取ってみますね。で、入れるときに元の所定の位置に完全に戻しきれればいいんですけれども、実はこれが非常に難しい話なんですね。例えば、元の所定の位置ではなくて少し回転した位置にくっつけてしまうことも考えられますし、もしくはこの歯根の中に食べかすが詰まっている場合、考えられますね。で、ここに接着剤でくっつけてしまうわけですから、浮いたまま固まってしまうわけですね。これが、0. 何ミリか浮いた状態になってしまった場合ですね。もう一度戻します。少し浮いたまま固まってしまうとですね、
下の前歯の突き上げにさらされることになりますね。たった 0. 何ミリかもしれませんが、周りの歯よりも随分とこの歯に力が集中してしまうんですね。でしかも、下の前歯で、この上の前歯は前に押し出される方向に力が加わります。もう一回外します。前にこのように押し出される力がずっと加わるわけですね。でこの差し歯というのは中に棒が入ってましたので、このあまり強くない歯根という組織に対して、この金属の棒が常にテコの原理が働くような方向で力が加わり続けるわけですね。寝てる時の歯ぎしりだとか、食べてる時の咀嚼だとかですね。といったもので、テコの原理がずっと中で前向きに力が加わり続けます。するとですね、中にひびが入ってしまう可能性があるわけですね。だいたい前に力が加わるわけですから、ひび割れは横が多いですね。もちろん、これ縦に入る場合もあるんですけども、横に入る場合が多いと。こんな感じですね。そうすると、これが、前歯に対してこういう破切線が見られることが多いですね。で、この破切線がですね、まだ浅い場合でしたら治療は可能なんですけども、例えば浅いっていうのはですね、この辺りを通るような比較的浅い線で高音にも済んだ場合、そうすると、この小さな部分だけ取り除いて、もう一度差し歯を刺すということができるんですけども、例えば竹を2つに割ったように、こういう破切線が入ってしまったらもうこれはアウトですよね。で他にですね、この歯根のもう半分なんて言ってしまいますと、こういう線が入ってしまうと、もう治療はちょっと難しいかなという感じになりますよね。はい、これはですね、本物の患者さんの歯です。歯根のこの半分ぐらいのとこ、ひびが入っちゃってますけどね。こんな感じです。この方はご自身で差し歯を戻してた方ですね。で、これはですね、模型の差し歯なので、ちょっと組み合わせ、実際のものじゃないんですが、ここにつけて、うまくいって、また取れて、またご自身で瞬間接着剤でつけて、また取れてってことを繰り返してたと。で、ある時に、硬いものかなんか噛んだんだと思うんですよね。でおそらく瞬間接着剤のつける位置がちょっとずれてきて高くなってきたのかなと思うんですけども、ある時にこれがパキッと割れて、この、テコの原理で、この前歯の壁の部分が飛んだと。パーンとこういう感じですね。で、当院にいらっしゃったんですが、その時にはもう結構腫れてましたね。で腫れてたんで患者さんももう抜かなきゃダメかなってことで、これ抜いたんですが、で抜いて今はそこにインプラントが入ってますということですね。でもしもこれ取れた時点ですぐにいらっしゃってたらの話なんですけども、これがすぐに接着がスムーズにできたかもしれませんし、それがダメでもですね、新しい差し歯がまた、刺せたという、可能性が高いわけですよね。ですから、無理にご自身でつけ続けた結果、むしろ歯の寿命を、縮めてしまったというお話ですね。はい、そして次の日のお仕事ですね。やはりこの前歯がないとみっともないですから、もうこの場合はですね、おすすめはもうマスクをしていただくのがいいかなと思います。マスクをして、その日、当日一日しのいでいただいて、お仕事帰りにですね、歯医者さんの予約取っていただいて、このまま差し歯を歯医者さんに渡してもらうと、いうことをしていただくとありがたいなと思います。はい、取れてしまった差し歯ですね。これ歯医者さんに持っていこうとしてですね、ティッシュにくるんで自宅に置いといたと。で、これはね、あまりお勧めしないですね。
で、なぜかというと、これ、奥様にとってはゴミに見えるんですね。で、このままポイと、なくなりました。っていうことを、ちょこちょこ起こっております。で、差し歯が取れたら、透明なビニール袋に入れるとか、このように、台所にあるタッパーでいいですから、入れて、持ってきていただくと確実かなと思われます。それからもう一つ。お口の中に入ってたものですから、汚れが気になると。こういうところに汚れがつくんですね。で、それを洗面台に行って歯ブラシでゴシ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 洗ってる最中に、これつるっと結構滑るんですね。滑って排水口から中に流してしまうということも起こりますので、洗う場合には、流れないように、蓋をするとか、していただいて、で洗わなくても結構なんで、こちらでやりますのでね、このままお持ちいただければと思います。はい、ということで、ご自身で瞬間接着剤でこの差し歯を戻した場合のリスク、お分かりいただけたでしょうか。所定の位置に戻らず浮いてしまうと。浮いてしまって、歯の突き上げに合うわけですね。突き上げにあった場合に、この歯根の一部、もしくは半分が割れてしまって抜歯に至るという、リスクがありますので、ご自身ではなるべく戻さないでくださいねというお話でした。